ペース X はただロケットを作っている会社ではありません。一言で言うと、スペース X は人類の移動、通信、そして将来の移住権を地球の外まで広げようとしている会社です。つまり、ロケット会社っていうより宇宙インフラ企業です。そしてこの視点で見ると、なぜテスラの投資家やイーロン・マスクのファンがスペース X を知るべきなのか、これがかなり見えてきます。テスラは地球上の移動やエネルギーを変えようとしている会社です。一方でスペース X は地球の外への移動や通信、そして将来の暮らし方まで変えようとしている会社です。おはようございます。ケンです。本日のテーマはスペース X。スペース X とテスラがこの2つを別々の会社として見るのではなくて、イーロン・マスクさんの大きな構想の一部として見るとかなり面白くなります。ということで、今日はまずはスペース X がどういった会社なのか、この解説をしていきたいと思います。スペース X は2002年にイーロン・マスクさんが設立した民間宇宙企業です。目的は宇宙へ行くコストを劇的に下げることです。なぜコストを下げる必要があるのか、それはイーロン・マスクさんが最終的に人類を多惑星種族にしたいと考えているからです。つまり人類が地球だけに依存するんではなくって、将来的には火星にも生活圏を持つ。そのためにはまず宇宙に行くこと自体をもっと安く、もっと頻繁にできるようにしなければなりません。ここが普通の宇宙企業との大きな違いです。スペース X は単にロケットを打ち上げて利益を出す会社ではありません。火星に人類が行く未来から逆算して、そのために必要な技術、輸送手段、通信インフラを作っている会社です。では、なぜスペース X はここまで特別なのでしょうか。一つ目の理由はロケットの再利用です。従来のロケットは基本的に一度打ち上げたら終わりでした。これは飛行機で例えるならば、東京からニューヨークまで飛んだ飛行機を到着後に毎回捨てるようなものです。当然コストは非常に高くなります。しかしスペース X はロケットを何度も使うことを最初から本気で目指していました。ファルコン9のブースターを着陸させ再び使う。これによって宇宙への輸送コストを大きく下げる道を作りました。ここがスペース X の革命的な部分です。単に性能のいいロケットを作ったのではなく、宇宙ビジネスのコスト構造そのもの、これを変えようとしたんです。2つ目の理由は垂直統合です。スペース X はロケットの設計、製造、エンジン、打ち上げ、そして衛星通信までできるだけ自社でコントロールしています。これもテスラと非常によく似ています。テスラも車を作るだけではありません。バッテリー、ソフトウェア、充電も自動運転 AI、エネルギー事業まで自社で深く関わっています。つまりイーロン・マスクさんの会社っていうのは、ただ製品を売る会社ではありません。製品の周りにあるインフラまで作り、その市場のルールそのものを変えようとしているんです。テスラが EV の会社ではなく移動とエネルギーのインフラ企業だとすれば、スペース X もロケット会社ではなく宇宙インフラ企業だと言えるんです。3つ目の理由は失敗から学ぶスピードの速さです。スペース X のスターシップの試験を見ると、爆発や機体損失が何度もあります。普通の感覚だと失敗したと見えてしまいます。でもスペース X はその失敗からデータを取り、次の機体に反映していきます。これはソフトウェアのアップデートに近い考え方です。完璧になるまで机上で考えるんではなくて、実際に飛ばして壊れて学んで改善する。このサイクルが非常に早いんです。この考え方はテスラにも通じます。テスラも車をソフトウェアでアップデートしながら進化させてきました。つまりスペース X もテスラも完成品を一度作って終わりではなくて、改善し続ける会社なんです。では、スペース X は具体的に何を作っているのでしょうか。まず、ファルコン9があります。これは宇宙へ物を運ぶための輸送インフラです。次にドラゴンがあります。これは人や物資を宇宙ステーションへ運ぶための宇宙船です。そしてスターリンクがあります。これは地球全体をカバーする衛星通信インフラです。そしてスターシップがあります。
これは月や火星まで見据えた次世代の巨大輸送システムです。こうしてみると、スペース X は単にロケットを打ち上げているだけではありません。宇宙へ行くための道路、宇宙で通信するためのネットワーク、人や物を運ぶ物流システム、そして将来、人類が地球の外で活動するための基盤、これらをまとめて作っている会社なんです。ここで投資家目線でも面白いのがスターリンクの存在です。スターリンクは世界中にインターネットを届ける衛星通信サービスです。特に山間部、離島、船、航空機、災害時の通信など、地上の通信網だけでは届きにくい場所で大きな意味を持ちます。そしてこのスターリンクはスペース X にとって重要な収益源になりつつあります。ロケットで自社の衛星を大量に打ち上げ、その衛星で通信サービスを提供し、そこから継続的な収益を得る。この仕組みができると、スペース X は単なる打ち上げ会社ではなくなります。宇宙に通信インフラを作り、そこからキャッシュフローを生む会社になります。この点はテスラの投資家にとっても非常に重要です。なぜなら、イーロン・マスクさんはいつも巨大なビジョンと現実的な収益源を組み合わせようとするからです。そして今、スペース X は IPO に関する報道でも注目されています。ただしここは冷静に見る必要があります。2026年現時点でスペース X が IPO に向けて準備しているという報道は増えています。しかし上場時期や評価額、これはまだ正式に確定したものではありません。なので現時点ではスペース X は上場に向けて注目されているっていう表現、これが一番適切になってくるんじゃないかなと思います。そして大事なのは IPO そのものよりもなぜ市場がスペース X に注目しているかです。その理由は再利用ロケット、スターリンク、スターシップ、そして AI との連携によってスペース X が宇宙インフラ全体を握る可能性があるからなんです。はい、ということで今回の結論です。スペース X はロケットの会社ではありません。人類が地球の外へ移動し、通信し、将来住むためのインフラを作っている会社です。テスラが地球上の移動、エネルギー、AI の未来を作る会社だとすれば、スペース X は地球の外に未来を広げる会社なんです。この2社を並べてみると、イーロン・マスクさんが見ている世界が少し見えてきます。それは単に EV を売るとかロケットを飛ばすとか、そういった話ではないんです。人類がどこで生き、どう移動し、どう通信し、どうエネルギーを使うのか、その土台そのものを作ろうとしているんです。これから毎週金曜日はスペース X の日として、この会社の技術、ビジネス、そしてイーロン・マスクさんの長期ビジョン、さらにはこれからスペース X は上場していくというふうに言われていますけれども、スペース X の最新情報、これをね、見ていきたいなと思います。ということで、次回はスペース X がなぜここまで安く早くロケットを飛ばせるのか、その秘密である再利用ロケットと垂直統合について深掘りをしていきたいと思いますので、スペース X に興味がある方、毎週金曜日スペース X についてやっていきますので、ぜひね、来週もご覧になられてみてください。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラだけではなくスペース X の情報、これもね、ほとんど網羅していくと思いますので、チャンネル登録がまだな方は、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では、今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。もし最近電気代が高くなってきたなとか、災害の時の停電が心配だな、特にこれから夏になっていきますので、夏に停電になったら心配だなって思われている方、そういった方でまだ太陽光パネルを導入されていない方は、ぜひね、N 型の太陽光パネル、これをね、検討されてみてください。この N 型の太陽光パネルは、従来のパネルよりも発電効率が高く、同じ面積でもより多くの電力を発電することができます。だから少ないスペースでもしっかりと発電ができて、結果的に電気代の節約につながっていくんです。さらに N 型は一般的なパネルと比べて劣化が少ないのが特徴です。だから長期間にわたって安定した発電量をキープできます。結果として将来的な電気代の節約効果も長続きします。しかもこの N 型パネルは曇りの日や朝夕でも発電効率が落ちにくい設計になっています。天気が悪くても安心してエネルギーを確保できるんです。これっていうのは EV の充電にも最適ですよね。
僕自身も N 型の太陽光パネル導入し、非常に満足しています。そしてこれにプラスしてテスラのパワーウォールをつけるとなおいいんじゃないかなと思います。もし家の電気代をもっと安くしたいとか、災害時の停電対策を考えたいと言われている方がいらっしゃったら、僕の方からあなたの地域でパワーウォールの取り扱い、N 型太陽光の取り扱いをしている代理店さんを紹介します。ご希望の方はまず概要欄にお問い合わせフォームを置いていますので、そこから問い合わせの方よろしくお願いいたします。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。